宇宙を味方につけるリッチマネーの秘密。嘘でしょ？お金の正体って。お金がもっとあればいいのに。お金さえあればなんとかなる。お金持ちになりたいな。私たちの多くは日頃からこんな願いを持って毎日お金についていろんな思いを発しています。私たちの住む星、地球には多くの宗教がありますが、一番影響力がある真の宗教はお金という宗教なのかもしれないと思うほどです。実際、生まれてから肉体という地球服を脱ぐまで、お金はあなたの人生にぴったりと寄り添っています。もちろん、ベビーだった頃はお金のことなどまるで関係なかったでしょうが、お洋服もおもちゃやベビーシューズもあなたのためにご両親がお金を出して整えてくれたものです。小学校入学と同時に使い出したランドセル、遠足のおやつ、学生時代に入った部活動にかかる費用、映画代やデート代。お金は様々な姿に変化しながら成長とともにあなたに寄り添っていました。大人になったあなたはお金をより身近に感じているでしょう。お金はあなたの暮らしと直結しているからです。つまり、お金の歴史とはあなたを表す歴史の記録史であるということです。これからもあなたのヒストリーは刻まれ、人生が創造されていくことでしょう。そんなお金というエネルギーをどう使うのか、何に使うのか、どんな思いで使うのか、どうしたら気持ちよく巡り、たまり、お金の心配を一切しなくていいようになるのか。同時に生きることが楽しくてしょうがなくなり、愛し愛され、心身ともに満たされた充実した暮らしを手に入れるには、一体どうしたらいい？本書はその回答と方法論について書かせていただいた本です。それはびっくりするほど簡単でシンプルな答えでもありました。あまりにシンプルすぎて、え？という声が聞こえてきそうなほどに。私はそのことを宇宙から教えてもらいました。宇宙というのは内なる英知とも置き換えられるもので、あらゆる情報が詰まっているゼロポイントフィールドでもあり、根源意識、普遍意識とも呼ばれる意識の時空のことです。ここにポンとアクセスすることで、様々な情報、物事が形なす前にあるエネルギーの核がわかるようになります。すべてはここから派生しているので、元がわかればあとは簡単なのです。こうして突き止めたお金のエネルギーの元にある姿、同時に宇宙を味方につけて豊かになれるお金の使い方も教えてもらいました。本当にそうなるのかどうか素直に従って実践してみたところ、縁も運ばれてさらに楽しく豊かになることが分かりました。周りの友人たちにも伝えたら、皆一様に豊かさが巡る人になっていきました。ある考え方を巡らすだけでこんなに変容するなんてびっくりしました。さすが宇宙の深淵なる知恵はこんな裏技を用意していてくれたんだな、と感動してしまいました。では始めましょう。宇宙を味方につけるリッチマネーの秘密。秘密の封印を解くあなたの物語が始まります。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は宇宙を味方につけるリッチマネーの秘密という本をご紹介します。ハピケンではお金に関する本もたくさん紹介してきました。年末年始特番でもお金に愛されるスペシャルと称してよりすぐりの本をまとめさせていただきましたよね。お金や富に関する知識がだんだんと溜まってきたなと思っていたのですが、またまたとんでもない本に出会ってしまいました。これまでのどの本にもなかった新しい考え方。読んだらもうワクワクが止まりませんよ。著者は長谷倉美幸さん。日本を代表する画家の一人であるとともに、科学から経済、教育までジャンルにとらわれない幅広い分野の活動からミラクルアーティストと称される長谷倉さん。生きる喜びをアートだけでなく文でも伝えられ、スピリチュアルの深い造形にあふれるその著書は60冊にも上ります。そんな彼女が宇宙を味方につけて豊かになれるお金の使い方を教えてくれるのが本書なんです。
本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。お金の定義づけをしてみよう。やってみたいことも行きたいところもあるけれど、先立つものがね。今月は家計がちょっと厳しいな。どうしよう。と、こんな感じで私たちの多くはいつも心のどこかでお金のことを考えていて、心配したり悩んだりしています。一方、数はそれほど多くないかもしれませんが、お金の心配を全くしなくてもいい方たちもいます。お金で人生を狂わす人もいれば、お金で人生を豊かにする人もいます。たくさん持ってはいても不幸な人もいれば、あまりなくても幸せそうな人もいます。お金は生まれてから死ぬまでずっとあなたのそばにいて、あなたの人生に彩りを与えると同時に、人生そのものを左右する強い力を持っています。私たちが暮らす世界になくてはならない存在であるお金。改めてお金って一体何なのでしょう。というわけで、今からあなたにある質問をしたいと思います。次の言葉の空欄に適する言葉を直感的にパッと当てはめてみてください。私にとってお金とは〇〇である。さあ、どんな答えが浮かんできましたか？私がこの質問を初めて自身に投げかけたとき、すぐに出てきた答えは、お金とは怖いものであるでした。なのでいつもビクビクしていました。使うのも怖いし、お金のやり取りをするのもドキドキしながらしていました。やがてお金について少し学ぶようになってから出てきた答えは、お金とはエネルギーであるでした。すると怖さは消え、代わりにお金は流れていくエネルギーとして見えるようになりました。心の動きとしては、出ていくことや入ってくることに対して以前より気にならなくなり、お金っていろんなものに姿を変える実に便利でありがたいエネルギーだなと思うようになりました。さて、この質問が意味しているところをお伝えしましょうね。それは、あなたがこの星、地球でお金という存在とどう向き合い表していきたいのかという基本設定を示したものなのです。基本設定とはすなわちあなた用のゲームルールというわけです。お金についての解釈。私たちは皆それぞれに思い描いたゲームルールに沿って生きています。スポーツでもきちんとゲームルールがあって、その枠内で勝敗が決まるように、私たちの思考のフィールドにも自分なりのゲームルールを作って、そのルールにかなうように現実が作られ、解釈をし、思いに沿った世界で暮らしています。これはどういうことかというと、私たちは一見同じ世界に住んでいるように見えながら、実際はそれぞれ別の世界に生きているということなのです。服装の好みや見たい番組が違うように、好きになる人や休日の過ごし方も違うように、100人いれば100人100色の異なる現実、異なる世界が存在しています。お金を怖いと規定するなら、お金は怖いものであるというゲームルールに沿った世界が展開しやすくなり、辻褄が合う現実が起こりやすくなります。そして実際に起こった時には、やっぱりそうだよねという思いがさらに強くなるので、もっとその現実を引き寄せるようになるのです。これを量子力学的に見てみると、たくさんある可能性領域の中から、わざわざきちんとお金は怖いものとして存在している時空を選び取って現実化しているということなのです。また、もし私にとってお金とは生活に必要なものであるとするならば、生活に必要な程度のお金は得られると思いますが、贅沢をしたり将来への投資を十分にするにはあまりゆとりがないかもしれません。このように私たちは無限とも言える可能性領域の中から
自らの心が決めた世界観にのっとって世界を映し出し、見たい現実を見たいように見ているというのが真実のようです。あなたがなりたいもの。さて、再び質問です。あなたはどんな人になりたいですか？あるいは人からどんな人であると思われたいですか？思いつくままに直感で書いてみてください。書いた後は少し目をつぶって、すでにそうなっている自分が生き生きと人生を謳歌している姿をイメージしてください。イメージすることで、あなたという意識の量子場はすでにその時空を選び、現象化の準備を始めています。あとはそのような気持ちを持続しながら行動することで、ますますその現実が強く現れ出すでしょう。と、突然自己啓発の本になってしまっていますが、実はこれがお金の思いだったのです。どうぞ先ほどの私はというところをお金はに変えて読んでみましょう。ちょっとびっくりしたのではないでしょうか。けれどもこれが真実なのです。そしてそのお金の望みはあなたにとって一番お金が巡りやすい最強の方法なのです。どういうことかというと、お金とは私の分身であるというのが宇宙が教えてくれたお金の正体だったんです。つまりお金イコール私であるということです。お金は旅する神。あなたの本質は体でも心でもなく、その中に入っている命です。命は永遠の旅を続けていて、時空を超えていつでもどこでも旅をすることができます。けれども、その命が肉体という制限ある入れ物に入ったとき、それほど自由に旅をすることができなくなってしまいました。移動するにも肉体ごと行かないといけないので、何かと不便です。けれども、あなたの本質である命はどうしてもやってみたいことがあったのです。それは物質のある地上世界、地球ランドでも愛を体現するということ。なぜなら命の大元である大いなる意志の望みがもともとそうなので、枝分かれした自己の命もやはり同じ意図があるんですね。なので宇宙は素晴らしい方法を人間にインスピレーションさせたんです。肉体のあなたがわざわざ行かなくても、あなたと同じ働きができる便利な道具を発明してもらったのです。それがお金でした。お金はあなたの分身ですから、大事に大切に扱われ、あちこち旅をしながら瞬く間に増えていきました。そうして一人一人の命の分身が愛を体現してくれれば、ますます地球ランドが素敵なものになるに決まっています。宇宙は美しい水の星、地球が幸せそうな愛の星になる姿をとても楽しみにしているのです。こうしてお金は旅するあなた、旅する神となって愛を隅々まで運んでいるのです。これが宇宙から教えてもらったお金ができたいきさつでした。自分を信用創造する。それではさらに論を進めてみましょう。お金というのは信用創造で作られていますよね。1万円札の原価は約30円らしいですが、この30円の紙切れをきちんと1万円だとあらしめるのは、皆の合意があってこそ成立するシステムです。まさしく信用しているから創造されていくのですね。これを自分自身に置き換えてみましょう。つまり、自分を信じて用いて創造、日々をクリエーションしているかという観点です。自分のことが信じられないとか嫌だとか、自己価値が低くなってしまうと、もともとのエネルギーが低いので、起こる出来事も質の低いものになります。例えば、私なんか無理とか、私にはできない、価値がないというふうに思えば、あまり活況ではないエネルギーが物質となって、活況ではない現実を見やすくなるでしょう。動きたくないから一日中寝ていたら、一日が何もなく終わったということと一緒です。量子力学で言えば、たくさんある量子の可能性の中から、わざわざ嫌だ、無理、ダメといった量子場を選び、その思いに合致する現実を作っていくということです。思いはエネルギーで、現れが物質です。エネルギーは波で、現実は粒です。言い換えると、今
あなたがどのような思いの場所にいるのかが粒となり現実となるわけです。というわけで、再び自分のことに置き換えてみましょう。あなたは今の自分が好きですか？今の自分を丸ごと認めていますか？いいところも悪いところも全部含めてオールグッドと肯定していますか？あなたがあなたのことを愛して認めて大好きになればなるほど、あなたから発せられるエネルギーも増大して、結果として高い現実、望む現実を表しやすくなるのですね。自分自身を信用し、そこから想像を始めていくこと。これはあなたの深い命がいつも願っていることなのです。自己肯定感が低いとどうなる？さて、自己肯定感が低くなると、いろいろと頑張ってしまう自分が現れるんですね。例えば、誰かに褒められたり認められなければ自分の価値がないと思ってしまい、必要以上に学歴や地位にこだわったり、いつも何かと戦っていないといけなかったり、あるいは、いい人でいたいがために、今の自分の許容量以上頑張りすぎちゃったり、皆の視線を集めるためにすごく感情的になったり、自傷行為や弱い者いじめといったあまりよろしくない行為に出てしまうことさえあります。かといえば、逆に注目してほしくないので、人を避けたり、どこかおどおどした態度になってしまったりと、何かと大変なんです。そんな辛さを紛らわす手段として、依存性の高いものに頼ってさらに嫌になるなどといった悪循環を巡ることにもなりかねません。やはり自分のことを大事に思うということ、大切にしてあげること、世界に、いえ、宇宙にたった一人しかいないかけがえのない自分に対して、よく頑張っているね、素晴らしいね、大好きといった思いと言葉をかけてあげることで、あなたの全細胞もほっとして喜び、全力であなたのお役に立てるよう応援してくれるのではないかなと思います。本当はあなたの全細胞は皆、あなたが喜ぶように望んだ素敵な世界を表したいと願っているのですが、当の本人が現実として表そうとするオンエア直前でプツッとダメ出しサインを送ってしまうので、なかなか望みの現実が投影されないんですね。では、そんな私を表す言葉をそのままお金に変えて言ってみましょう。私には自信がない。お金には自信がない。私には価値がない。お金には価値がない。どうせ私はダメだし。どうせお金はダメだし。この言葉をさらに翻訳、意訳すると、お金に対して不信感を抱いている。お金の価値をあまり認めていない。お金なんて信頼できるものじゃない。という宣言を潜在意識に繰り返し刷り込んでいたことになるんです。ひょえー、こうしてみると自分を否定するのは実にもったいないことだったということがわかります。宇宙が教えてくれたお金の秘密は、お金イコール自分です。ありのままの自分のことをそのまま認めて愛してあげること。たとえ好きじゃなくてもまあいいかと流せるようになること。そうすると自分自身にかけていたブロックが少しずつ外れて、本当の自分である命の部分が顔を出し、内から光り輝いてくるのです。愛か不安かどっちを選ぶ？あなたは物事を決めるとき、愛に基づいて決めていますか？それとも不安をベースにして決めていますか？どうも私たちは究極的なところ、愛か不安かの二択で進むべく道を決めているようです。もちろん愛をベースにして生きた方がいいことは分かっているのですが、現代の社会は結構それが難しいのですね。新聞やネットを見ても不安を煽ることや心配になってしまう情報の方が圧倒的に多いし、環境問題や食品添加物、自然災害など気が重くなることばかり。よほど意識的に暮らさなければ、あっという間に不安の虜になってしまいます。また健康面や人生における課題、家族関係、パートナーシップ、職場の問題、お金の問題、気にかかることはいろいろとあるものですし、それでもです。愛をベースにして生きると決めるのです。そこから全てが変わります。
お金に関しての心の在り方は2つの心の窓があるのです。どの窓を開けて眺めるかによって見える世界が全く異なってきます。満ちている、十分だ、ちょうどいいだけあるとする充足の窓は愛をベースとした生き方です。足りていない、十分ではない、もっともっとと思う欠乏の窓は不安をベースとした生き方です。どちらを選んでもいいし、どちらを選ぶ自由もあります。ただ、欠乏、不安を選択した場合は、どうしてもエネルギーレベルも落ち、不安に基づいた量子場から不安を後押しする現実を作りやすくなるため、なかなか思うようにことが運ばないということです。言い換えると、欠乏の窓というのは愛が枯渇している状態、つまり愛欠乏症のことを指しているのです。しかしながら、私たちの本質である命の真実から見ると、それは全くの勘違いであることに気づかされます。私たちの真ん中の心、真心に宿る命は愛そのもので枯渇なんてしていないのです。愛が満ち満ちている、それが私の本体なのです。けれども、外側の出来事ばかりにとらわれてしまうと、真ん中の心から切り離されてしまったような感覚に襲われます。愛がないんじゃないんです。足りないと感じる状態、分離感が愛欠乏症となり、もっと欲しがる、満ちていないと感じさせていたわけです。これが欠乏の窓の正体です。私は今満ちている。私は今愛されている。私は愛でいっぱいだ。こう捉えて自分に言い聞かせてみてください。不安で怯えている表面の自分に、まるで母が子をなだめるがごとく言ってあげるのです。続けているうちに、だんだんと表面の自分だけではなく、潜在意識、そして超意識にまで届いてクリーニングされていきます。そうしていつの間にか欠乏の窓がぐーんと小さくなって、代わりに大きな充足の窓が開いていくことでしょう。意識の書き換えをする。では次に、今度は先ほどの言葉の主語をお金に変えて言い直してください。すると、お金は今満ちている。お金は今愛されている。お金は愛でいっぱいだ。となります。お金を自分として見た途端、お金の定義づけもガラッと変わってしまうことがわかります。この定義づけは、実は強烈な潜在意識の書き換え作業でもあるのです。意識の9割を占めている無意識層が変わると、確実に現実の現れ方が変化します。同時に不安や欠乏、恐れといった心の曇りが取り払われてくるので、本当の自分である心の深層部分、超意識の部分が顕在意識まで現れやすくなります。豊かさで満ち足りた超意識の部分と直接つながることで、あなたは頑張らずとも自然に豊かさへ引っ張られるように導かれていきます。そうしたら、たとえまだ現実に現れていないとしても、あたかもそれがすでにあるかのように振る舞い行動してみましょう。なぜなら、潜在意識は現実に起こったこととイメージの区別がつかないからです。必ずそうなる、あるとして、すでにそうなっている感情と行動で動くことで、どんどんその現実化が強まっていくものなのです。現実化の仕組みは、あなたが欲しいものが現れるのではなく、あなたのようなものが現れるのです。いわばあなたは強烈な磁石なのです。自分と同じものを引きつけ表すというのが現実化の仕組みです。どうぞ自分の思いの質に注意を払ってください。そうして深い自分の思いに従って言動を揃えてみてください。この積み重ねが現実変容の確実な一歩となるのです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？いや、このプロローグ動画だけでも驚かされることばかりでしたが、読めばこの何倍も新しくて素敵なお金の真実に気づかされます。しかも面白いのは、読者が実際に自分事として考えながら読み進める構成になっていること。この動画でもいくつか問いかけがありましたが、こんな風に次々と質問に答え、自分事としていろいろなことを考えていくうちに、自分だけのツールがたくさん出来上がっていくんです。
さらにリッチマネーになるためのアファメーションもたっぷり紹介されていたりして、潜在意識が書き換わっちゃうこと間違いなし。なんだかアトラクションのような体験をしながらお金の真実に触れられるので、読み終わったら相当考え方が変わるし、とにかくワクワクしちゃうんです。あなたも宇宙一リッチを目指しましょうよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。